世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクストに掲げております。はい、高と申します。今週もですね、新しく実装したものの中から、ぜひね、皆さんに見てもらいたいという要素をピックアップして共有していこうと思うんですけれども、今回はヒットストップについてですね、ちょっと喋っていこうと思います。というのもですね、このヒットストップめちゃくちゃ厄介でして、作ってるうちにね、だんだんわからなくなってくるんですよね。今かけてるヒットストップの長さが適切なのか、それとも長すぎるのか短すぎるのかっていうのが繰り返し眺めることによってゲシュタルト崩壊を起こしてしまって、自分でね正しい判断をできているのかっていうのがすごい不安になってくるんですよ。一応今後ろに流してる映像とかもヒットストップを実装した後のねバージョンで戦っているところ様子を映してますので、その辺も留意しながらご覧いただけると幸いです。で、今回はですね、動画の一番最後の部分にサンプル映像としてね、いくつかの攻撃モーションとそれがヒットした時のヒットストップのかかり方っていうものをまとめて並べておきますので、ぜひねコメントする際はそのサンプル映像を基準にと言いますか、叩き台としてうまく活用してもらえたらなと思っております。それでは早速ですね、ヒットストップの本題の方入っていきましょうか。よろしくお願いします。まず最初にヒットストップとはそもそも何ぞやというところをね、一応さらっと振り返っておこうと思うんですけど、攻撃がヒットした瞬間にね、攻撃を行ってからと攻撃されちゃった側のキャラを一瞬だけね、カクッと動きを止めさせる演出のことを指します。ヒットの瞬間にストップするからヒットストップですね。この演出の意図っていうのは、攻撃した時の気持ちよさ、手応えを増幅させるっていうところにありますね。例えば一つ例を見てみましょうか。こちらがヒットストップなしの攻撃。そしてこちらがヒットストップありの攻撃。なんとなく後者の方がちょっと気持ちいい感じしてきますよね。で、このヒットストップの演出の際に時間を何フレームぐらい止めるかによって手応えの大きさとかをね、調整していくことができるわけなんですけど、そのさじ加減についてはね、もうゲームによって様々といった感じになっています。一応他のゲームだとね、10フレーム前後ヒットストップをかけているような作品が割と多かったです。もちろんそれより短いゲームとか、それよりめちゃくちゃ長く重たくかけてるゲームとかもありました。また同じゲームの中でもね、攻撃の種類によってヒットストップの重さをね、分けてるっていう場合もあります。例えばこういった大型のハンマーとかで殴る場合は、ヒットストップをめちゃめちゃ長めにかけてね、一撃の重さ感を演出したりとか、反対にスピードタイプの双剣キャラの攻撃なんかは、ヒットストップを極力短くして、サクサクサクっとね、連続で切り刻んでいく気持ちよさを重視したりとか、そういった使い分けもあります。以上がヒットストップの大まかな概要という感じなんですが、一応歴史的にはね、最初はバグというか処理落ちみたいな開発者側の意図しない挙動として生まれたものらしいですね。それがどうやらプレイヤーたちには好評だったみたいで、後々演出としてね、わざと実装されるようになっていったと、そんな背景があるようですが、興味ある人はね、ぜひググってみてください。結構有名な話なんで、たくさんの面白い文献が出てくるかと思います。さあ、それではですね、うちのゲームにおけるヒットストップの細かい仕様っていうところをね、詳しく見ていこうと思います。まず最初に攻撃判定ごとにね、ヒットストップの長さ変えられるように作ってあります。つまり、側撃と銃撃によってヒットストップの長さを変更したりだとか、あとは同じ側撃の中でもね、このモーションに関してはなんかめちゃくちゃ痛そうなモーションだからちょっとヒットストップ長くしたいな、みたいな調整もできるようになってます。そしてさらにですね、ヒットした時の状況によってもヒットストップ変えれるようになってまして、具体的にはヒット時、ガード時、パリーした時、ジャストパリーした時の4種類でヒットストップの長さそれぞれ変更できるようになってます。ジャストパリーだけ他より長くしたりとか、ガードした時は他より短くしたりとか、そういった個別の調整ができるようになっているということですね。そして最後にヒットストップディレイというパラメータがあるんですけど、これはもうその名の通りヒットストップが実際に発生するまでここに指定したフレーム分だけディレイをかけるというものになってます。これどういうことかっていうと、旧千葉の時に発生してた問題なんですけど、ヒットストップがね、想定のタイミングよりもちょっとだけ早く発生してしまうっていう現象がありました。なのでレビューとかにもね、何もない空間に剣が引っかかってから敵に攻撃が当たるような気がしますみたいなコメントとかが非常に多かったです。例えばこの攻撃モーション、攻撃判定が30から35フレームまでついてるんですけど、大体の場合敵に判定が当たるのってこの30とか31とか32あたりのフレームで当たることが多いん
んですよね。ただ実際にヒットストップがかかってほしい瞬間っていうのは、剣が一番深くね、敵に刺さってる瞬間といいますか、数値で言うとこの33フレームとか34フレームあたりでヒットストップがかかってくれるのが一番気持ちいいというかね、見栄え的にもよく見える瞬間だと思うので、それを実現できるようにするためにこのヒットストップディレイを実装したという形になります。この実装のおかげでヒットストップが発生した瞬間の映像を切り取ると、必ずね、敵がヒルミモーションだったり、ガードバックで後ろに下がるモーションだったり、何かしらのリアクションを取り始めた瞬間にストップがかかるということになったので、かなりね、手応え、気持ちよさの上昇っていうところに貢献してくれてるのかなと思います。で、それと合わせてですね、ダメージモーションだったり、ガードモーション、それからパリーモーションについてもなんですけど、ブレンドタイムっていうね、直前に行っていたモーションの影響をどれくらい受けるかっていうパラメータがあるんですけど、ここの数値をね、0に変更しておきました。こうすることによって、やられモーションとかガードモーション、パリーモーションが全て1フレ目からパキッとね、モーションが開始するようになったので、今回のヒットストップの実装と含めてね、特にこの重たい銃撃当てた時とか、敵の攻撃パリーした時なんかはめちゃくちゃパキッと気持ちよくね、爽快なタイミングに仕上がってきてるんじゃないかなと、そんな風に感じております。じゃあ最後にね、冒頭でも言ってたサンプル映像を載せておきます。コメントする際にね、ベースとなる、基準となるヒットストップの映像っていうものが欲しい場合は、ここのものを引用してもらえればなと思います。それでは今回この辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。